後の姿作りなんて初めて見ましたはい、スタートしました。ここは野津くんキッチンです。そうですね。そろそろ見慣れてきたかもしれないですけど今日は先ほどカサゴを釣りましたが、今日はこのカサゴ純粋念願のまずカサゴの刺身、イエイ、そして唐揚げ、イエイイエイ、これをねちょっと早速作っていこうかなと思います。最高ですよね。最高です。いやー、なかなかその根魚ね、カサゴとかの刺身ってそこそこのサイズと、あとやっぱどうしてもね手間が、ちょっとねぶどまりも悪そうな感じなんで、ちょっとね、いやいやいや、これは本当の贅沢ですよ、これね。ここに入れてますね。私はあまり釣れなかったですけど、ジュンスが頑張ってくれたので、これ今日一番でっかい。おお、すごいいい方ですね。やっぱりなんか僕が主にやっぱ船ならではというかね、なかなかね大きいのって船の大きいのが釣れるようなイメージがありますけど、本当ね。これくらいでも丘から釣れたらいいじゃんってなるサイズですけどね。いや、今日のトールちゃん見てても、トールちゃんもなんか大きいの結構相当釣ってました。今日はねサイズいいですよね。よかったです。本当ちっちゃいのがあんまり混じらなかった。平均サイズよく短時間でね。いやいやいや、素晴らしいと思いました。お刺身の方からやっていこうかなと思います。一緒にさばいていくんですけど、カサゴはね結構このトゲがたくさんあります。ありますね。多分ね弱毒があるんですよ、このトゲトゲって。やっぱりあるんですね。僕ネットで見たら、いやカサゴはなんか刺されると毒があるので注意してて、いやこの辺のとかね、こういうとこも全部ねトゲがあるんですよ、頭も。でこう鱗取るときに当たっちゃうとまあまあズキズキします。鱗取りは注意しながら、でもゆっくりやれば大丈夫ですので、結構細かい鱗が結構ついてます。こういう細いこういうやつがね。なのでこれをきれいに取っていくのが大事ですね。まあ今日は数がそんなに持って帰ってないから包丁でやります。揚げる時も鱗は取るんですか？取ります。そうなんです。やっぱ揚げるにしても取った方がね、この鱗と同時にぬめりもあるんで、で鱗とそのぬめりの間に水分があると油が弾いちゃう。揚げるのがいいですね。だけど焦らず、ヒレに当たらないように。刺さるとね、その毒が刺さるとね、ほんとズキズキしちゃうんで、ここもトゲがすごいでしょ。やっぱ大きいからよくわかりますね。そう、さすがジュンスが釣った大きいやつですからね。ほんとこう丁寧に。人生で釣ったカサゴで一番大きいものです。今日だって数も8匹ね。そう最後追い込みがすごかったですね。人生で一番数も釣ってる。はい、じゃあ今これで大体のきましたね。じゃあもう続けてこっちもこれ唐揚げ用ですね。同じ場所で釣ったのに色がね面白いですよね、これね。今日大きいやつこそこういうちょっと茶色っぽいというかね、黒っぽいのが多かったですね。骨はね柔らかいわけじゃないんで、こういうやっぱりしっかりと揚げるのが大事ですね。バリバリいきたいですからね。はい、これで大体取れて、今度はねエラ抜きですね。ここの中にエラが入ってますよね。エラ抜きをしていくんですけど、包丁でこのエラ膜、ここの内側にエラ膜があるので、ここをクッとこっちまで入れてやる。でエラ膜を切る感じ。ただ今エラ膜が切れた状態で、こうエラを開けていくと、ここにね見えますよね。このエラの一番外側にこの刃先をキュッと沿わす。今押さえてる状態。これで頭をくるっとでこう結構ようにこうやってるとやると、こういう感じ。もう全体抜けちゃう。すごい。エラと胃袋と。胃袋は全部ね。ついてきます。もう一回やってみますね。
大きい方が見やすいですね。こんだけあるからで、ここ膜がつながってますから、この膜で今浮き袋が潰れましたね。この状態で一番外のエラを取って引っ掛けると、ここにこう引っ掛けて、この時にね、痛いので気をつけてください。そういう感じ。抜けましたね。全部取れた。はい。煮付けとかする時ってあんま腹を割りたくない、姿をきれいにしたい状態になるので、今みたいにエラ抜きして、でちょっとだけ切れ目入れて中身を出すと、左頭にした時に全部がつながった状態で、できますよというのがあるんですけど、今日は、お刺身と唐揚げなんで、いつも愛用してるハサミ、100均バサミダイソーバサミで、やっぱハサミはいいですよね。本当ね、無理して包丁でねやるんじゃなくて、もう今ね、このふにゃふにゃ、腹がふにゃふにゃなんで、無理にね包丁でやろうと思うと身がねぐじゅぐじゅになっちゃいます。なのでこいつはちょっとこの後刺身にするので、この辺りで止めて腹を出すと、もう胃袋は抜けてるんで、あとこんなもんですね。この辺をきれいに掃除しておきます。保護、笠護、どっちする人、一般の人は結構大体保護じゃないですか。この辺の人保護、そうですね。する人は笠護っていう人が多いんですけど、いや、保護がいわゆるこっちの関西というかね、こっちの四国地方のローカル言葉みたいな地方名で保護っていう人の方が多いですね。釣り人、こちらの釣り人は標準和名が笠護。じゃあこいつも。で唐揚げをもう僕はね、あんまできるだけ姿を残したいので、ここがつながった状態で、ここですね。これで中をきれいにしていきます。楽しみなのが息子がこうショート動画用にってこう送ってくれたものとかね、やっぱすごくかっこよく揚げてるというか、料理屋さんじゃないけどやっぱね、見栄えが、食べられたらいいだけじゃなくて、こうやっぱ見栄えがいいですよね。そうですね。あれ重要ですよね。せっかくね自分が釣ってね、家族に美味しく食べてもらうのもやっぱ見栄えもいい方がねいいかな。唐揚げ用なんですけど、これでもいいんですけど、僕はこの目ん玉をのけちゃいます。はい。それはなんでのけるんですか？どうしてもね、目ん玉は水分量が多いですから、油はじきの原因になるので、そういうことですね。はい、これももうハサミで、ハサミでここに入れてやると簡単にできますので、こういう感じですね。で結構これ頭って硬いですから、少しでも空洞があった方がバリバリいきやすくなります。もう基本、水はこれで使わないので、この状態で水気を結構きれいに取ってやると。この時もトゲがいっぱいあるんで、気をつけて気をつけて、基本的にこっちだと刺さらない、こうだと刺さるんで、魚はやっぱ何でもそうですね。はい。今日はせっかくジュンスの過去一の大きさなので姿作りに行きましょうかね。すごいですね。それますます楽しみになってきました。ちょっと今日は当てが何もないんであれですけど、姿作りにするときはヒレを台座にしたいので、胸びれっていうのかな、ここの付け根、いわゆる鎌のとこですね、鎌のとこを若干残す感じで入れていきます。で今この状態で、綺麗な身が楽しみになってきました。この状態で3枚に下ろしていきます。できるだけ残したいとこですけど、あんまりギリギリを攻めると失敗するんで、やっぱさばきにくい、安いとかなんか方法はあるんですか？そうですね、やっぱ全体がちっちゃいからさばきにくい部類にはなりますよね。確かにね。
でさっきの鱗をちゃんと取っておかないと鱗が結構強いので、このさばく時に邪魔になるというか、はい、これで取ったので、あとは中骨を切断する。ここはちょっと硬いので、ここまで来たら、これで半分ですね。綺麗に。そう。で次は反対に返して、反対に返すとこの頭の部分がどうしても斜めになっちゃうから、さばきにくそうですね、これね。これがさばきにくいので、例えばまあこういうペーパーを置いてあってちょっと上げ底にするとかもありですね。これでやっぱりさっきと一緒のところまでこうですね。これで身がある状態のようにしてやれば、そうそうそう、ちょっと入れやすいと。そうですね。で意外とね、もう家庭でする時は別に骨に身が残っても、今度骨だけでもまた唐揚げにすれば全然食べれちゃうんで、とか味噌汁の美味しいですね。だしにいいだし出ますもんね。すごくだしが出ます。はい、こんな感じですね。で今日は全然当てがないので、さつまを作るのがいいですね。頭がこうやって立つとかっこいいですね。ですよね。こんな感じでちょっと台座にしていくかな。はい。ここに腹骨がついてるんで、腹骨。でこれは唐揚げで食べれます。美味しそうですね。また。腹骨も結構きついけど、揚げてしまえば食べれちゃいます。だから唐揚げするときはもう僕は一緒に揚げちゃうんですけど、唐揚げしないときは味噌汁の具材とかにもなりますね。であとは中骨があるんで、もうどんどんちっちゃくなっていきますけど、もうここはケチらずちゃんと骨を除去してやることが大事ですね。やっぱ結構な大きいなと思っても、やっぱここまでのなっちゃうから、ほとんど刺身にされることがない。ね、なかなか貴重なやつですね。それは本当ね。はい、ここまで来たら、今度は皮を引いていきます。カサゴの皮は結構硬いので引きやすいです。スッスッと。こんな感じですね。いいですね。すごく貴重でしょ。これだけしか取れない。貴重ですね、これはね。腹側の身なんて本当に貴重ですね。はい、これだけで一切れですからね。いや、なかなか本当ね、大きいのがないとできないですね。できないですね。もしくは数やけど、数があったら今度大変なんですよ。ここまでやっていくのが。確かにね。はい。切っていきますね。ここは薄い方がいいんですか、厚い方がいい、なんかあるんですか、それ。今日は釣れたてやから身が弾いてるんで、そぎ切りでこれくらいがいいかな。で、3日とか4日とか熟成さすと、今日のこの身の弾きがなくなるんで、コロコロっと切ってもいいかもしれないですね。い
はい、元の体に帰りなさいと。かっこいいな。いやほんとさっきまで泳いでたそうね方ですから、これはもう最高以外にないですね、これはね。ないですね。超最高です。贅沢でなかなかね料理屋でもそのほぼの刺身とかないですもんね。なかなかやっぱぶどまりがね、そんなに、うんこれはもうこのままいっちゃいましょう、贅沢に。こんな感じかな。いやいや愛用の愛用のわさびです。これをちょっと絞って、美味しいですね、そのわさびね。はい、うん、見た目も華やか。そう料理屋さんの味がします。いや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 。風早ファミリーフィッシング、みんなで笑顔、瀬戸内海で船釣り、笑顔がいっぱい。風早ファミリーフィッシング、幸せいっぱいのつくん最高だね。